さて今日はリコちゃんの退院です。今から迎えに行きます。はい、無事退院してきました。ありがとうございます。お帰りなさい。はい、でもね、3日経っちゃった理由としては、退院後ねちょっとバタバタしてたのもあって、少し遅れてしまったんですけど、病名としてはやっぱりみんな気になる方もいらっしゃるかと思うんですけど、子宮筋腫です。40代女性の3人に1人が良性の子宮の中にできる出来物、持ち物検査したら持ってるって言ったらはいっていう人が多いぐらい普通に皆さん持っとる病気だったりするんやけど、それが薬とかねいろいろ飲んだりとかもしてきたんやけど、自分自身が薬飲みたくないわとかもあったんで、今回手術っていう決断を、しました。術後今何日経ったことなのかな。手術してからで言うと、6日経ったって感じかな。手術した日から。術後の感想を言うと、お腹の傷は痛くない。傷口のテープも剥がれて、普通にシャワーも浴びれるしね、普通に歩くこともできるし、ただ本当に手術をして子宮を全摘するっていうちょっとね言葉だけ聞くとえっていうようなね内容になるけど、今のところ一番思うのは鎖骨痛い。腹腔鏡手術って傷口もちっちゃくてそれですごくいいんやけど、お腹の中をこうガスを入れて膨らませて手術をするから、ガスがこう体の中に残るんよね。そのガスが抜けるまでが痛い。その同じようにね手術された方全員がその話を誰もしてなかったのよ、そこが痛くなるって。だから私はお腹が痛かったらとか腹筋入るかなとかすごいそこが心配やったけど、ほんと蓋を開けたらそこじゃなくって、手術した次の日起き上がってみましょうって言って起き上がった瞬間、もう肩激痛。なんか手術したら普通その手術した場所が痛くなるっていうのがイメージ持っとったけど、面会してどうって言ったらいきなり肩が痛い、お腹切ったんちゃうのちょっとね、で私だけじゃなくって、同じ日にねたまたま同じ腹腔鏡の手術した子が肩がもう取りつかれてますか私っていうぐらいもうぐっと押されるように痛いんですって言ってて、もう2人で分かるってそうそれぐらい肩痛いでお腹の傷の痛みどうですかって看護師さんらもやっぱり聞いてくださるけど、いやもうお腹は、それこそ点滴に痛み止めとか服薬とかでさロキソニンとか普通に飲むからさ、決め打ちで1日3回とか全然痛くないけど、もうその痛み止めをもしのぐ痛さよ。効かへんってことやね。効かへん。ちゃぶ台あったらもう何回ひっくり返したかっていうぐらい痛いやっぱり寝とると大丈夫なんやけど、立ち上がるとやっぱガスがこう上に上がるらしくって、その影響で肩が痛い。なので本当に今手術した直後の感想としては、腹腔鏡手術はガスの影響で肩痛い。正直拍子抜けするぐらいお腹は痛くない。それは安心したっていうところも一つの、そう結局なんちゅうの出来物取ったじゃなくてさ、今回はちょっとね大きな決断のその子宮全摘っていうところ、卵管と子宮を取っちゃうっていうその大きな手術で、結局はお腹の中にいろいろと入れて外したわけでさ、その痛みとか可能とかいう部分はすごく心配しとったんやけど、そんな話ほぼなかったもんね。肩痛なるよって誰も言ってなかった確かにオペの時の説明、手術する前のリスクの説明でも、その話は一切なかったね。そうだけど寝とれば別に痛くない、そのガスが多分、ただやっぱり術後歩いた方がいいよっていうのは、そのガスがこう体から抜けていくためにこう必要とも言われたから、こうやって今お散歩のんびり散歩させてもらっとんだけどね。ここは鈴鹿の公園なんやけどね、広くて桜並木があって、さっきまで歩いてきたところがメタセコイアタケポンね覚えられないね。そうなんじゃこいやなんじゃこいやって言うから、私も面白くってなんじゃこいや並木行くってなかなか歩いとっても気持ちいいしね。
鳥好きにはたまらんのじゃんこれ、ね、すごい野鳥がいたりとかして。そうそう。あともう一つ手術の話しとくと、やっぱり子宮取るっていうと、更年期になるやんとかなんかすごい心配してもらったりもするんやけど、私ももちろんそう思ってたし、結構大多数の方がそうやって考えとるかなって思うんやけど、女性ホルモンっていうところが何か崩れそうなイメージはそうそう思っとったけどね。そしたら女性ホルモンっていうのは卵巣から出とるから、子宮っていうのはもう赤ちゃんのベッドって考えてくださいみたいな。子宮を取っても全く更年期には関係ないし、女性ホルモンは出続けますよっていう説明ね受けた時にそうなんみたいなね、結構私はびっくりしたし、やっぱドクターには何言ってんのぐらいのまあそれが常識やったみたいなけど、私はちょっとね知識がなかったのか、子宮取ったらなんか女性じゃなくなっちゃうのかなぐらいの気持ちでやっぱりおったら、もう全然そんなことなくって、本当子宮を取るっていうメリットっていう面では子宮がんにならない、がんもできないよね、子宮がないから、子宮自体がねなくなる。もちろん子宮頸がんもならない。あとは生理がない。排卵はあるってことよね。そうそうそう。なので排卵に伴うイライラ感とかちょっとした頭痛っていうのは、そのまんま。ただ更年期には全く関係はないですよってね。なんか一気に更年期迎えるんやとか、そんな話を聞いて、じゃあ子宮を取りましょうっていう。子宮筋腫をその外科的手術で取るってなった時に、子宮筋腫を取っても子宮を取っても同じ手術ですよって言われたの。そうやね。だからみたいな。で残しとくとまた筋腫できる可能性もあるから、じゃあもう全部取ったらって言われて、そういうことなんやみたいなね。知らんからやっぱり誤解して怖い怖いと思ってたけど、なんなら生理はなくなるし、がんの心配もないしで、ただデメリットとしては妊娠が一生できないです。もちろんそれね。だから別に子供もいらないよっていう人で、もし悩まれとる人がおったら、この選択肢は結構いいんじゃないかなって私は思う。女性ホルモンが崩れるとか、そういったところがなかったのが一番の決断やったんじゃない？そうやね。子宮ごと取るっていう決断したの。子宮取って更年期になりますとか言われたらやっぱりやめますみたいなね。だけど関係ないよって言われたら、手術終わった後に摘出した子宮そうみたいよね。その手術のね説明があって、終わった後直後に、普通にご飯入れるようなタッパーで、ひょこひょこひょこって持ってきて、見ますかって一言言われてちっちゃな子供の手ぐらいの大きさ、でこれが筋腫ですって言われて、ほんと何事もなくやったね。そう、前の日にね入院するわけないけど、4人部屋のうちのそのお隣の方が子宮が大きすぎて膣から出せなかったって。この話怖いかもしれんけど、子宮全摘っていうのは子宮を膣からかき出すっていう方式なんやけど、それが大きすぎてかき出せませんとってなると切開お腹を切るわけなんやけど、でそのお隣の方が取り出せなかったのでって急遽回復手術になりましたっていう風に言うとって、だから手術時間が長かったんよね。で怖ってそれ聞いて思って、リスクの中で話はあったんや。どうしても子宮口から出せないって言われた時にお腹開けますよと。でもう手術始まってるんで、途中でじゃあ無理だから閉じるっていうことができなくて、もうやりきるしかないもんで、もう出せなければ開けます、それは手術が終わってから家族とかも知らされるっていうことで、もうお願いやでお腹だけは開けないでっていう。傷口もねちょっと切ったのとバカッと切ったのはやっぱ違うし、そのリスクも説明されとるで、ちょっと怖いなーって。それが手術の前の日にね、隣の人それなんやーって初日にね、でそれが終わって、4人部屋のうちのもう1人の方が今度ははいでは行きましょうって言われて、手術前のドキドキが伝わると思いながら、4人部屋中2人は明日手術ですよの2人、で2人は本日手術ですっていう2人だったわけよ。本当に手術っていうのは蓋開け穴分からへんから、その何万人に1人っていうリスクが自分に当たらんっていう確率って分からへんやんな。分からへん。術後の人は部屋分けてと思ったよね。確かに術後って水飲めやんよね。お腹の傷がっていうよりは本当に喉が渇いて水飲みたいですみたいな、でも飲ませてもらえないみたいなで飲んじゃダメですよって言ってうがいだけさせてもらえるっていう、ちょっとうがいしてピッて捨てるみたいな。これがでも術後何が一番辛かったって、喉乾く、喉痛みたいな。で喉の渇きが終わったと思って立ち歩いて歩いとったら、今度はガスで肩痛い
喉と肩だからでもそれはやってみるのは分からへんことやで、今回の手術に限ってかも分からんけど、でも本当に消化器関係じゃなかったからさ、普通に回復は早いっていうか、術後こうやってすぐ歩いて散歩にも来れたりとかしとるしね、何よりも何事もなく無事終わったっていうのが一番安心で、皆さんに報告したかった中身でもあるからね。子宮筋腫っていうのは女性ホルモンが餌やもんで、女性ホルモンが減退する、つまり更年期になって生理がなくなってしまえばもうそれ以上大きくなることないですよって。だからそこまで逃げ切れるか逃げ切れないかっていうね、これね子宮筋腫もとしたらみんな分かっとると思うけど、逃げ切れるのか私はっていう謎の戦いね逃げ切れたかもしれやんけど、薬を毎月飲んでとか、やっぱね自然派で生きていきたいの。毎月の生理、それがどんどんやっぱり重くなっていったっていうか、重かったよね、出血量が増えたりとか、なんか今月は全然少ないのに先月は殺人レベルぐらいの、怖い、こんなに人間って血って出て生きていけるかなっていうぐらい出たりとかね、やっぱ血が出るすぎるから、そうするとやっぱり貧血のね薬も飲まないかになってくるしとか、本当にいろんな多面的な面で私はもうさっぱり取っちゃってよかったかなって、でも自分がそうやってSNS とかでね子宮筋腫があってって言ったことで、いろんな人が私も取ったよって声を上げたらみんなが教えてくれるんやって、そこら中に先輩がおったっていうね、逃げ切れるつもりが逃げ切れなかったって方は結構お見えになったかなって感じが、こういうことなんで言っとるかって言ったら、声を上げてなくって自分一人で不安になっとる人がもしかしたらおるんかなってところがやっぱりあるもんで、私の一つの決断を聞いてもらって、じゃあ私も違う対処法を考えてみようかなとか、そういう材料の一つにしてもらえたらいいかなって。女性にとってやっぱり生理っていうのは結構人生の中で重たいテーマというかね、そこに疾患抱える人も多いから、取ることが全て正義とは言わんけど、私は全摘をしたっていうケースがこんな感じだったんだよって、誰かの何かのお役にもし立てたらなってお話しして本当にまとめさせてもらうと、入院は全部で6日間です。6日間で退院するときには普通に歩けます。もうシャワーも入れます。お風呂は入れやないけど普通に生活できます。では長い動画になりましたがご視聴ありがとうございます。では次の動画でまたお会いしましょう。なんだかんだちょっとペアルックっていう本当にじゃあねー。